これは4000年前の粘土板だ。高さ約20センチメートル。4面にくさび型文字がびっしりと刻まれている。ウェルド・ブランデルプリズム。現在、オックスフォード大学のアシュモリアンは区物館に収蔵されている。そしてこの粘土板には人類の歴史を根底から覆しかねない記録が残されている。シュメール王名表。その冒頭の一文はこうだ。王権が天から降りたとき。王名表は大洪水以前の8人の王を列挙している。最初の王はアルリム。エリルーの王として28800年間統治した。2番目はアラルガル36000年。3番目のエンメンルアナは43200年。8人の合計在位期間は241,200年だ。この数字は60進法で記録されている。シュメール人が発明した計算体系だ。イッツサロは3600年。イチネルは600年。私たちが今も使っている60分の時計や360度の円は、このシュメールの60進法に由来する。241,200年を人類の文明史と比較すると、有史時代はわずか5000年に過ぎない。記録された歴史のすべてが、一人の王の在位期間の6分の1にも満たない。しかし注目すべき事実がある。メソポタミア全域から約16点の王名表の写本が発見されている。それらの内容は完全に一致するわけではないが、基本的な構造と王の名は驚くほど一貫している。そして大洪水が来た。王名表はこう記す。洪水が押し寄せた。たった一行で一つの時代が終わる。洪水の後、王名表は再び始まる。同じ言葉で、王権が天から降りた。今度は騎手の町に。興味深いのは洪水後の王たちの在位期間だ。最初の数人はまだ1000年単位の数字が並ぶ。しかし代を重ねるごとに、数字は急激に下がっていく。やがて在位20年、30年という現実的な数字に落ち着く。そしてここが重要だ。短くなった在位期間は、考古学的に確認された歴史的記録と正確に一致し始める。王名表は、神話から歴史へと静かに移行しているのだ。さらに注目すべきは、このシュメール王名表の伝統が、後のバビロニアとアッシリアの王名表にも引き継がれていることだ。3つの文明が、一つの連続した応答記録を共有している。ウルクダ一王朝の第5大王、ギルガメシュ。在位126年。ギルガメシュは人類最古の文学作品ギルガメシュ、女子誌の主人公として広く知られている。しかし彼は単なる神話上の存在ではない。シュメール王名表に実在の王として記録されている。女子誌によれば、ギルガメシュの母は女神ニンスンであり、父は人間のオールガルバンダだった。このためギルガメシュは3分の2が神、3分の1が人間と描写されている。彼はウルクの城壁を築いたとされ、不死を求めて世界の果てまで旅をした。だが不死は得られなかった。彼が得たのは偉大な壁と永遠に語り継がれる物語だった。126年という在位期間は、大洪水前の王たちの数万年に比べればはるかに短い。しかし人間の寿命としてはまだ長い。王名表はまさにこの地点で、神話と歴史の間を揺れ動いている。シュメール文明は、紀元前4500年頃にメソポタミアに姿を現した。くさび型文字、車輪、60進法、考え技術、都市計画、多くの人類学がシュメールに着せられている。一部の研究者は、この文明が突然現れたと主張するが、考古学的にはウバイド期からウルク系の段階的な発展が確認されている。しかし、シュメールの知識の一部は確かに注目に値する。天文学。シュメール人は水星、金星、火星、木星、土星の5つの惑星を認識し、粘土板に記録していた。肉眼で観測可能な惑星のすべてだ。
ここで注意が必要だ。シュメール人が太陽系のすべての惑星を知っていたという主張は、ゼカリア・シッチンの1976年の著書第12番惑星に由来する。彼は、扁桃雲章 VA243 を太陽系の地図と解釈したが、アッシリア学者たちはこれを明確に否定している。中央の記号は太陽ではなく星であり、周囲の点は惑星ではなく星だ。海王星についても同様だ。ボイジャー2号が1989年に撮影したあの印象的な青い画像は、実は人工的に色を強調したものだった。2024年に再処理された真のカラー画像では、海王星はもっと淡い青緑色をしている。医学に関しても興味深い記録がある。メソポタミアの医学文献には、白内障手術と思われる記述がある。ただし、これはシュメールではなく、後のバビロニアの文献だ。ハンムラビ法典には、目の手術に関する報酬と罰則が規定されている。そしてシュメールの創世神話。エンキとニンマフが粘土と神の血を混ぜて人間を創造したとされる。この物語と1978年に初めて成功した体外受精、ルイーズ・ブラウンの誕生との類似を指摘する声もある。しかし、シッチンが主張するような DNA 移植という解釈は、原文のシュメール語テキストからは読み取れない。シッチンの物語では、アヌンナキは宇宙人であり、ニビルという惑星から3600年周期で地球にやってきて、40万年前に金を採掘するために人類を創造したとされる。しかし、実際のシュメール語文献では、アヌンナキは単に偉大なる神々を意味する。地球外生命体としての描写は存在しない。ニビルという惑星も、現代の天文学では一切検出されていない。専門のシュメール学者やアッシリア学者は、シッチンの翻訳を一様に否定している。彼の解釈は原文からの翻訳ではなく、現代の概念を古代のテキストに投影したものだ。では本当の謎は何か。なぜメソポタミアで最初に文明が誕生したのか。大洪水前の王たちの異常な在位期間は何を象徴しているのか。芳名表の年代記はどこまで正確なのか。これらは疑似科学に頼らずとも十分に魅力的な問いだ。シュメール王名表が私たちに問いかけるのは答えではなく問いそのものだ。この年度版は明らかに神話的な物語から始まる。しかし、読み進めるうちにいつの間にか確かな歴史に変わっている。その境界線がどこにあるのか4000年経った今も誰にもわからない。16点の写本が同じ物語を語っている。考古学は後半の記録を裏付けている。前半の記録は今なお謎のままだ。王権が天から降りた時、この一文が神話なのか記憶なのか、それとも私たちがまだ理解していない何かなのか。答えはまだ粘土の中に埋まっているのかもしれない。